手に手伝ってチップを要求されますいや大丈夫、自分でやるって言っても、いやいや任せろ任せろって、ただ靴にこのカバーを履かせるだけです。それでとりあえず10ポンド渡してみたら、なんか少なすぎるみたいなことを言われたんですけど、この道歩いてるだけでなんか物語の主人公みたいなエジプトの朝です。ビザオンアライバルはこっちですね。空港広いな。アライバルビザはこちらのカウンターで手続きします。空港で3000エジプトポンド、約1万円キャッシングしました。手数料は200エジプトポンドだったんですけど、なんかめちゃくちゃレート悪い気がします。エジプトのカイロ空港到着。サバンヘルルヘイ6です。昨日の夜便でモロッコカサブランカからエジプトのカイロに来ました。空港から市内へはバスで行けるみたいなんで、まずはバスターミナルを目指して空港シャトルバスに乗ります。この緑の掲示板が教えてくれます。シャトルバスはこっちか。シャトルバスはこっちですね。早速緑の掲示板を見失いましたが、あそこになんかバスありますね。いや、これは何かのツアーバスですね。違いました。あ、これだ。シャトルバスって書いてあるわ。わあ、このシャトルバスどこで乗るんだろう。追いかけましょう。あのお兄さんも走ってる。ああ、そこだ。シャトル、誰もいなかったから分かんなかったけど、シャトルバスっていう看板ありますね。シャトルバスは終点まで乗ってればバスターミナルに着くみたいです。一応エジプトはウーバーが使えますので、空港から市内までウーバーで行く場合は1000円くらいで行けそうですね。今日は時間があるのと、せっかくだからバスで行ってみます。お、なんかあっという間にバスステーション着きました。快適だね。で、ここから路線バス乗り場に移動すればいい。バスに行き先いろいろ書いてあるけど、タフリー？タフリー？あ、OK。全然わかんないけど、バスはこんな感じ。一応行き先バスの目の前に書いてありますけど、文字全く読めないので、とにかくタフリールっていうのを、聞けば OK です。バスの運賃は乗った後におじさんに支払うシステムですね。順番に来てくれます。バス料金は20エジプシャンポンドみたいですね。お釣りもくれました。道路は人と車でめちゃくちゃ混んでて、クラクションずっと鳴ってますね。Thank you。最後まで乗ってると、ここ終点だよっていう風に教えてくれますね。バスターミナルの終点からすぐ近くに、ゴーバスっていうバス会社のオフィスがあるんですけど、明日ここからルクソールに移動するためのバスチケットを購入しに行きます。現地で買う方が安いらしいです。ここは信号も横断歩道もないんで、気合で渡るしかないみたいですね。不安な時はこんな感じで現地の人についていきましょう。ゴーバスはこちらですね。今いるカイロから隣の都市ルクソールに行く時にはすごく便利です。チケット売り場どこかわからないな。あ、なんかちょっとオフィスっぽいのありますね。ここ行ってみようかな。You need come back or just to go? Come back or just to go? Come back. What's the time of come back? Oh, just minutes. こちらのオフィスで受付の方が丁寧に説明してくださってチケットをゲットしました。往復で予約できるそうなんで、往復で買っちゃった方がいいですね。シートの座席の予約もできます。よし、明日のバスチケットはゲットできましたんで、ホテルの方に歩きながら何か食べるところを探しましょう。小さいレストラン結構ありましたんで、何食べるか迷いますね。街中の建物がなんか砂の色というか砂漠の国っぽくてすごくかっこいいですね。この目の前にある建物なんだ。めちゃくちゃかっこいいね。日陰は風が吹いてすごく心地よいんですけど、やっぱり日向は日差しが強いですね。
すごいなこれ。車が本当に渋滞しすぎて全く動いてなさそうです。あ、着きました。今日のホテル、こちらモンタナホテルっていうところですね。あんまりホテルの入り口っぽさないけどどこだろうな。まあ多分 Google レビュー3週間前くらいにあったんで大丈夫でしょう。モンタナホテル。あ、Thank you。こっちだ。エレベーターのドアはなくてむき出しになってますね。これプッシュすればいいのか。止まったらプッシュする。おお、開いた開いた。ビルの外観と廊下の感じから全然想像つかない。めちゃくちゃおしゃれなホテルだった。ああ、よかった。お部屋は5番です。2階かな。めっちゃいい感じ。ベッドダブルくらいのサイズがあってと、デスクも結構広めで鏡もついてます。いやこれ見て、エアコンある、最高。洗面所綺麗ですね。でお手洗いとシャワーブースも別であります。大きな給湯器もあるからお湯も出そうですね。シャンプーとシャワーゲルも入ってますね。おー、ヘアドライヤーあるじゃん。やったー。はい、お Thank you。 何やらウェルカムドリンクいただきました。すげえ。いただきます。冷えてて美味しい。なんだろうこれ、オレンジジュースかと思ったけどオレンジとマンゴーかな。いや美味しい。ごちそうさまでした。皆さんここのホテルの宿泊費びっくりしますよ。この綺麗さと設備で2600円でした。安ー。やったー。向かいのビルは結構ボコボコ。これエレベーターの呼び方わからん。ホテルの看板がない。やべえ、これ戻ってこれるかなまあいっか。カイロの観光行く前にまずはご飯を探しましょう。なんか面白そうなレストランないかな。意外とレストランないから、そこのなんか屋台みたいなところで食べてみましょうか。なんだろうこれ、ホットドッグみたいな感じなのかな。ああ、OK。 Hello Hello Can I have this one? やべ、全然わかんないけどギリギリオーダーできたっぽい。楽しみ。よし、美味しそうなパン2つ買いました。ミートボールのパンと、あとなんかソーセージのパンかな。2つで25エジプトポンド、2つで70円。安い。よし、いただきます。ちょっと肺が多いけどいただきます。何味かっていうとちょっと説明しづらいけどなんか美味しいです。ちょっと辛いくらい。別にパン焼いてくれたわけじゃないと思うんですけど、なんか周り結構カリッとしてて美味しいです。続いてはこっちのなんかちょっとザラザラしたマフィン、ちょっと違うか。ちょっとザラザラしたパンにミートボールを挟んだものです。同じようななんか白っぽい何味のソースだかわかんないけど美味しいやつがかかってますね。こっちはなんか優しいミートボールって感じかな。中になんか野菜ネギみたいなやつが入ってるわ。緑のやつ。ごちそうさまでした。これで75円。めちゃくちゃ安いね。まあお店の名前は分かりません。 Thank you。 タイ。いや美味しかったですね。ご飯も食べたんでそろそろ観光行きますか。ウーバーコンポート全然見つからなくて、一応もう一つの配車アプリカリームで呼んでみたんですけど、そっちも全然繋がりませんね。来てくれそうな人いるんですけど20分待ちですね。きつー。カフェでも寄って待ってましょうかね。ここいいね。いい感じのカフェ来ました。アイスコーヒーなさそうだったんであったかいコーヒーとあとお水いただきました。カリーブのドライバーさん到着時刻見ながらちょっと休憩しましょう。
冷えた水いいですね。あ、これあれだ。粉に直接お湯を注いでコーヒーを抽出する方法だと思うんで、しばらく待って、粉が下に沈むのを待ちます。エアコンは効いてないけど、なんかこの歌声がのんびりしますね。そろそろ落ちたかな。うん、美味しいですね。結構苦めで美味しいです。こんな感じで最後はそこに粉がたまる感じです。この古めかしい冷蔵庫がまたいいよな。ごちそうさまでした。さあ、あとはカリームの運転手さんを待ちましょう。来てくれるかな。もう30分くらい経ってるけど、まだ残り7分10分分くらいしか進んでないわ。ダメだ、もう渋滞して車が動きませんので歩いていきます。目の前までは連れてってくれましたんで、あとちょっとです。なんだこれ、完全にスタックしてても1台も何も動いてませんね。ちょっと入り口に入ってからじっくり見ましょう排気ガスがやばい。わあ、なんだこれ、全部塞がれちゃって人も通れないよ。おお、何これ、頭の上にめっちゃでかいパンのカゴを乗せてます。もう目の前にあるんですけど、入り口はぐるっと回らないといけないみたいなんですよね。入り口あっちだよって通行人の方が教えてくれました。優しい。4分の1周くらいしたら、なんかこの門の切れ目がありますんで、ここから入ります。めちゃくちゃ迫力ありますね。ここはイブントゥールーンモスク、カイロに残っている最古のモスクみたいですね。800年代に建築されたみたいです。800年代っていつ？1200年前。モスクなんで入場は無料みたいですね。あれ、でもなんか入り口の受付あります。いや、ジャパン。ありがとう。Thank you。No, OK。入り口で敷地に入る前にこんな感じの靴のカバーをかけてもらうんですけど、勝手に手伝ってチップを要求されますいや、大丈夫、自分でやるって言っても、いやいや任せろ任せろって、ただ靴にこのカバーを履かせるだけです。でそのチップも多分わざとなんでしょうけど、チップボックスには100エジプシャンポンドが 2,3 枚入ってるんですね。であたかもなんかみんな100ポンド入れてるかのように見せてますけど、特に見学無料のモスクなんでそんなにチップ渡す必要はないと思います。それでとりあえず10ポンド渡してみたら、なんか少なすぎるみたいなことを言われたんですけどまあでも寄付は気持ちなんでね、いいんじゃないと思って、そのままごめんなさいって言って入ってきました。特に問題ありませんでした。なんか靴下履かせてくれる代が5ポンドだっていうのをどっかで見たんで、もう10ポンド渡したらいいんじゃないと思ったんですけど、ちょっと不満みたいでしたね。それにしてもこのモスクめっちゃでかいな。これずっと今歩いてたところが全部このほら、かっこいいですね。この絨毯が敷いてあるところを歩いていけばいいのかな。ここから外に出ちゃうとこのカバーの意味なくなっちゃうんで、この絨毯が敷いてあるところに沿って歩いていきましょう。うわ、でもこっからうわ、すごいな、めちゃくちゃでっかいのモスク見えました。うわー、かっこいい。あっち行っていいのかな。あ、大丈夫だな。なんか絨毯敷いてありますんで、ちょっとあっち見に行きましょう。このモスクの外側にある建物もこのモスクのイメージを壊さないようなデザインになってて最高ですね。この道歩いてるだけでなんか物語の主人公みたいな、そんな気分にさせてくれますね。でも1200年前には実際にここを歩いていっていろいろなことが起きてたんでしょうね。ちょっと登っちゃってもいいのかな。真ん中は何なんだ。真ん中これ何かがあったんでしょうけども、今はその跡しか残ってません。
映画の世界みたいな、そんな感じがしますね。うわー、かっこいい。いや、最高。これ無料ですからね。寄付の10ポンドはかかりましたけど、基本無料です。ミナレット、外側に階段がついてて展望台チックになってますね。うわ、あそこ絶対行きたい。塔に登るにはこの外側をぐるっと回って向こう側に行かなきゃいけないらしいです。ミナレットの方に行こうとした時も一緒についていこうかって言われたんですけど、そこはお断りしました多分またチップが必要になっちゃうと思いますんでね。さあ、ここのミナレットに登りますよ。カイロの街全体が見渡せそうな高さになってます。ここからの景色も面白そうですね。うわ、広で、この周りに見える家たちも本当景観を崩さないというか、もう崩れてるんですけど、この雰囲気を崩さないっていうのが最高にいいですね。で、さっき言ってたミナレットっていうのがこの塔のことですね。ここも階段でそのまま登れそうなんで、これ登って上からの見晴らし期待しましょう。はい、もうちょっと登るよ。結構段数ありますね。もう少しかな。あ、まだあるわ。うわ、階段登りきりました。すげえ。カイロの街が本当に一望できるっていう感じですね。ぐるっと360度見通せますよ。遠くの方に大きなモスクが見えますね。あそこもこの後行きたいんですよね。よし、じゃあ下に降りて次の場所向かいますか。また階段降りなきゃいけないね。あれ何段くらいあるんだろう。58、69、176、177、178段ありました。登る際は178段覚悟していきましょう。イブントゥールームモスクでした。私はここかなりお気に入りですね。カイロに訪れる際は必ず寄ってほしい場所です。カイロの街自体がカイロ歴史地区として世界遺産に登録されています。今度のウーバーはすぐ捕まりましたね。5分って書いてあるけど、今すでに15分くらい経ってるわ。着きましたって言っても車が入れないんで、まだしばらく歩きますけど、モスク・オブ・ムハンマド・アリ、モハメド・アリのモスクっていうことですかね。この辺り銃を構えた警察の方がたくさん巡回してますね。もうここ5時に閉まっちゃうから急いだ方がいいよって教えてくれました。優しい。チケットオフィスはここかな。ここはキャッシュ NG みたいですね。カードだけなんだ。入り口にあった ATM 何なの入り口にそれっぽく ATM1 台置いてあったけど、キャッシュ NG なんじゃん。ビジター料金550エジプシャンポンド、1600円くらいか。いいでしょう。入ります。荷物検査。ビデオはいいけどマイクはダメよってことで入り口で預かりになりました。後で返してもらえるから良いでしょう。このムハンマド・アリ・オスクはオールドカイロと呼ばれる世界遺産、このカイロ歴史地区にある中の天空の砦として知られる場所みたいですね。丘の上に砦が立ってて、その中にモスクがあるっていう感じですね。エジプト最後の王朝を象徴するスポットみたいです。うわー、出てきた。さっきの大きなドームも象徴的ですけれども、隣に立ってた塔ミナレットはエジプト一背が高いみたいです。あれも登れるのかな。ここのモスクは内装も結構特徴的みたいで、大きなドームの周りに小さいドームが何個も散りばめられたオスマン帝国方式。トルコにあるやつと同じですかね。わー、早速いい感じの建物出てきました。僕は靴を脱いでまたこの絨毯の上を歩くスタイルですね。正直さっき見たやつとそんなに大差はないですね。ここはさらっと見て中のドームの方入っていきましょう。この柱がたくさん使われている神殿みたいな様式大好きなんですよね。今カート乗るかって聞かれたんですけど、私今からここ入るんで乗れませんでした。
わ、何これやば、めちゃくちゃすごいね。こんな規模のモスク初めて見たかも。これ分かります？これ中央の方にちっちゃくいるのが人です。でこっからブワーっと上の方まで、これ金の装飾とかカラフルな装飾いっぱいありますね。ほんと何このスケール、めちゃくちゃすごいね。めちゃくちゃすげーしか言えない。もうめちゃくちゃすげー。この何種類もの装飾が合体した感じ、ものすごい迫力です。すげえな。この中央の大きなドームの周りにまた少し小さなドームが何個もあって形成されている、この作りがオスマン帝国方式かな。外に出ると丘の上からまたカイロの街を見下ろすことができるみたいです。ここからもカイロの街が一望できますね。でも少し遠くの方も白くなっちゃって見えなくなっちゃってますね。これは大気汚染でしょうね。外観見るとそんな感じがしますけれども、オスマン帝国方式と聞くとやっぱりトルコのアヤソフィア思い浮かべてしまいますね。このモスクを建てるときにアヤソフィアを手本にしたとも言われています。いやー、オスマン様式のモスクは内装がきらびやかで迫力があっていいですね。さあ次はどうしましょうかね。この近くにハンハーリというスークがありますので、そこも寄ってみましょうかね。スークっていうのは、市場みたいな感じです。カイロ最大のお土産スポットらしいのでちょっと覗いてみましょう。なんか食べるもんあるといいね。入り口付近は駐車場になってるんですけど、駐車場に入るために入場料がかかるっぽいから、中でウーバー呼んじゃうと来てくれないかもしれませんね。さっき降ろしてもらった入り口のところまで歩いて降りてから呼びます。毎回ウーバー捕まえるのに20分以上かかる。これで9676と呼びます。あれ全然捕まんないから、今回安い方でオーダーしたら普通に綺麗な車で、しかもエアコンついててこっちのが快適だった。うわ、入り口がかっこいい。ハンハリーリ市場に到着しました。ジャパニーズってバレちゃうと日本語で話しかけられまくるパターンだ。美味しそう。のせんき美味しそうなシャーベットをたくさん入れてくれてます。うわー、レモンジュースも、うわー、美味しそう美味しそう。うわ、めっちゃ美味しそうなレモンシャーベットとレモンジュースいただきます。レモンだ、めっちゃ美味しい。これちょっと甘めでシャーベットなんですごい冷えてて美味しいです。いろんなお土産ありますね。これはなんだっけ、アヌビスとホルスの神かな。なんかこのトトとかラーとかいろんな神様、エジプト神話の神様がたくさんいますね。なんかこんなアクセサリーもちょっとかっこいい。日本人がみんな可愛いって言うからなのかな。なんか可愛いっていう日本語を覚えてくれてるエジプトの方すごく多いんですよね。多分よく分かってないで可愛いっていう言葉を使ってます。どこの王族がこれつけるのよ。すげえ、これ買っていく人いるのかな。すごく広いスークなんでいろんなものが売ってるんでしょうけど、ほんとさっきから迷路になってて、多分同じとこばっかり歩いてる気がする。どこが何エリアなんだか全然分かりません。氷屋さんか。このなんかちょっとゴミがいろいろ入ってる氷でジュース作ってると考えるとちょっと怖いよね。よし、マグネットのお店行こうかな。すごい近くがお土産屋さんになってる。
No, Japanese. Oh, konnichiwa. Yes, yes, yes. Japan. Oh, yeah. Yeah. Maybe You know? Japanese. You know? I don't know. Maybe Japanese. あ、マグネット2つで2000ポンド6000円だって言われて、さすがにそれは買わないだろうと思ったけど、200ポンドまで下げてくれました。めちゃくちゃだな。さすがに2000ポンド6000円で買う人はいないとは思いますけど、気をつけてください。ちゃんと交渉すれば安く買えそうですね。Yalla, vamos. ただいろんなネックレスとか Ah, 筆記用具とかいろんなものを買わせたくて、いろんな説明が長かったですね。just to see my shop. Just look it. 全部ただ嘘でしょ。オッケーオッケーオッケー。あ、見るだけただね。みんな日本語上手だな。なんだこのジュース。真っ黒いジュース。 Carcade juice. あ、 Juice. ジュース？ Yes, untouched free. Untouched free. I'm free. Good, オッケー good, no オッ problem. ケー。なんかフリー試食ですって。ああ。You good? うん。Good, good. That's what we are saying. This will burn. Yeah. ハイビスカスとタマリンドのミックスのジュースですって。10エジプトポンド。Where are you from? from Japan. Yamamoto Yama. 山本山、いや、そう。うわ、今すぐギリギリ、私の目の前ギリギリをバスが通ってます。全く動けない。やったる。このタマリンドジュースね、本当に美味しいんですよ。冷えてるのがいいね。おしゃれな音楽奏でてますね。Oh, you're famous. I know you. Really? See you on Instagram. Really? No. I'm not famous. There's someone similar. なんかね、有名人と勘違いしてますね、皆さん。ここはかっこいいですね。綺麗なランプがたくさん売ってます。すごいね、これ。金属に穴を開けてランプシェードにしてるのか。あともうレストランに行きたいだけなのに、ど Hey, how こ are にい you? るかわからん。迷いました。大通りに出てきたか。どっちかに行けば出られる気がする。やったー、やっとたどり着いた。Do you have コシャリ？ Koshari, no koshari. No コシャリ？ Yes. Okay, thank you. Do you have コシャリ？ Huh? コシャリ？ Yes, koshari. あ Koshari, Egyptian koshari, Ah, yeah, macaroni and salad. Come on, いや sit down here. OK。めちゃくちゃでっかい席座らせ。めちゃくちゃ通り沿いの。いや、ジャパン。おはようございます。おはようございます。ここの市場のほぼど真ん中の席に座らされてます。見せ物になっちゃって。でもエジプトで食べたかったコシャリと、あとコカ・コーラあるらしいんで。コシャリっていうのはお米とかパスタとか野菜も入ってるのかな、ちょっとちゃんと調べてないけど、それをなんかトマトソースでこうぐわーっと全部混ぜ合わせて食べるらしいんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなんだよね。楽しみ。お店はこんな感じ。全く読めないから店名は分かんないけど、この門を入ってすぐのところで3軒目くらいのところのレストランです。市場の中の食堂だったらなんかローカル価格かなと思ったけど、もしかしたら高いかも。ちゃんと見てなかった。私のテーブルの目の前をバスが通ります。これ店内の方がマシかもしれん。いろんな人が物を売りに来たり、勝手に演奏しに来たり。頼んでないけどお水来ましたね。お水はいくらあってもいいか。あと来たコーラン。よし、エジプト1本目のコーラいただきます。最高。甘みはあんまりないですね。炭酸強めですっきりしてます。ようやくコシャリ来たぜ。これ多分デリバリーのやつ持ってきただけじゃないの。でこの中にミートソースとバーッとかけて、スパイシー？スパイシー。おー、こんなよ。やめとこう、一回やめとこう。でこれを
ザクザクっと混ぜる感じですね。おはようございます。山いやいや、豆とお米とパスタとマカロニみたいのも入ってますね。でもこれは多分どっかのレストランのデリバリーかなんか持ってきたんでしょうね。観光客価格だろうなこれは。まあいいや、いただきましょう。よし、エジプト来て初めてのコシャリいただきます。すごい量だねこれ。いただきます。まあ美味しいね。もう伸びたパスタにお米にマカロニ豆混ぜてミートソースかけた味結構想像できそうな味。でもすごい美味しいです。全部炭水化物。このスパイシーソースもかけてみようかな。ミートソース自体は味はしっかりついてますけど辛さはありません。結局辛いの全部入れちゃった。めっちゃ辛かったけど美味しいです。ごちそうさまでした。コシャリとコーラとお水セットで250エジプシャンポンド、750円くらいか。しきりにチップちょうだい、お釣りは返さないよみたいなことを言ってて、結構お茶目で面白いおじさんだったんで、50エジプシャンポンド、チップとしてお渡ししました。なんでトータルで300ですね。デリバリーみたいなクオリティのところがちょっと残念でしたね。もうちょっとちゃんとしたコシャリレストランで食べたいですね。このスークから見える後ろのモスクのミナレットがとっても美しくライトアップされてていいですね。はいはいいや、no thank you. Okay. What's your name? Miroku. Manuel. Where are you from? Japan. Japan. Yeah. Sakura. Yes. ウーバーもなかなか捕まらないんで、せっかくだから地下鉄チャレンジしてみましょうか。一回このスークから出ます。街中にこんなかっこいいモスクがある街、最高ですね。Google マップで見たのメトロじゃなかった。なんかミニバスって書いてあったんですけど、何番線とか行き先とかわからなかったんで諦めて Uber 呼びます。待ってる間にここのお店でフルーツジュース飲みましょうか。毎回レモンジュース頼んじゃうんだけど、30エジプシャンポンド90円安。こちらのお店ファミリードリンクだって30エジプシャンポンドは安すぎない？これめっちゃ美味しい。甘さほとんどなくてレモンの酸味と苦味がちょっと入ってます。最高。待ってる間に見たことないチートスあったんで購入しました。10エジプシャンポンド30円安すぎ。さあホテル戻ってきました。今日はエジプト1日目でしたけど結構大変でしたね。人々は温かくて楽しい人たちばっかりなんですけど、とにかく交通渋滞が激しすぎて Uber もカリームも配車アプリ全然動きませんね。明日はエジプトカイロといえばのギザのピラミッドを見に行きます。それではアシュファクボクラ。このホテル夜はひときわ怪しいよな。絶対わかんないのがここを曲がってもう看板とか何にもないですからね。でこの謎の機械を押す。来たら自分で開ける。今は7階だったかな。で動き出します。でエレベーターの扉はありませんので各階側に扉がついてます。で着いたら自分で扉を開けるっていう感じ。着きました。それじゃまたね。皆さんピラミッドはいくつあるかご存知でしょうか。実は一つだけじゃないんです。客引きのお兄さんたちがもう無理やり手を引っ張って OKOK I'm just walking Walk 20 kilometers. 4500年前にこんなもの建てられるって想像できませんね。この一つ一つのブロックの石が約 2.5 トン
ピラミッドでかすぎて全然入らないね。おお、やっぱり少し離れたところの方が綺麗に見えましたね。